こんにちは、ウォッチミックスです。今回は個人的に大注目しているマイクロブランド DIY ウォッチクラブ様とコラボさせていただき、クリスタルダイヤルダイバーズウォッチモッドコンボセットを時計マニアの目線で徹底レビューしていこうと思います。この DIY ウォッチクラブというブランドは、完成品の腕時計を買うのではなくて、自分の手でパーツを組み上げて自分だけの腕時計を作る、その体験も楽しめる、そんなユニークな時計ブランドになります。実は今見ていただいているこの腕時計、私が組み上げました。パーツから腕時計を組み立てるっていうのは初めてのことだったので、ドキドキしましたね。それがとても面白かった。それと良かったのは、今回レビューしていく DIY ウォッチキットには必要なパーツと工具一式揃っているので、初心者な私にも安心でした。今ワクワクドキドキできるクラシカルなダイバーズウォッチを探してるっていう方は、ぜひ一度チェックしてみてください。まずはじめに実際に手にしてみたその第一印象なんですけども、これはドキドキワクワクするやつだって、そんな感じでした。ボックスの中には文字盤、ムーブメント、ベゼルなどパーツが綺麗に並べてあって、それを見て早く完成させたいなっていう気持ちと、自分にもちゃんとできるかなって少しの不安混じってましたね。このワクワクっていうのがドキドキな感じ、久しぶりでパーツを眺めているだけでも楽しかった。今回レビューしていく腕時計はヴィンテージダイバーズをベースにしたクラシカルなスタイルにダークトーンのフルスケルトンダイヤルが組み合わせられていて、レトロモダン、そんなスタイルのダイバーズになっていますね。クラシカルなダイバーズのフォルムにツヤ感のあるスケルトンダイヤル、これが独特のオーラを伝えてきて、想像以上にかっこいい。この感じのダイバーズを探そうとしてもなかなかないと思うので、ちょっと人とは違うダイバーズを楽しみたいっていう方だったらめちゃくちゃ刺さると思います。それでは組み立て工程ダイジェストでご紹介していきます。それぞれの組み立ての工程は数分の動画で解説されているので、その動画見ながら組み立てるっていうのもありなんですけど、私は全ての動画を見てイメトレしてから始めました。まずはダイヤルをムーブメントに固定をしていくんですけど、このクリスタルのスケルトンダイヤルかっこいいんですよね。ただ薄くて持っていてちょっと緊張しました。ブロワーでホコリを払って、取りきれないホコリをこのロディコっていう粘土状のものでちょんちょんって取っていきます。これが予想以上に綺麗に取れて気持ちよかったですね。そしてダイヤルを固定していくのは2つのネジだけですね。なので手先が器用だよっていう方だったら数分の作業時間かもしれないですね。ただ私はこの小さなネジ、所定のネジ穴に入れるのに手こずって、コロンコロンっていう形で外れてしまって、ここだけで10分以上やってましたね。ただやってること非常に簡単です。そしてブロワーでホコリを払って最大の難関、針の取り付けになります。ただ針の取り付けも作業自体は簡単なんですけど、その押さえつけて針を取り付けるんですけど、その押さえる力加減よくわからないので、ルーペで確認しながら何回も押していきました。で、カメラ越しに撮影している関係上、本来は針をピンセットで持ちながら押さえつけていくんですけど、置きながらこうやって撮影してたんですよね。そうするとポロンっていう形で針が取れてしまって、ここで30分ぐらいやってましたね。ただ一般の方は普通に手元を見ながらピンセットで挟みながらやっていただければ簡単だと思います。そして最大の難関、秒針の取り付けですね。ただ秒針を取り付けるサポートの用品入っているので、これがあれば意外と簡単でした。で、サポートの用品を外していけば簡単ですね。まだ針を取り付けただけなんですけども、ここで達成感 100% でしたね。やったーって感じです。自分なりによくやったなって感じあります。で、あとはリューズを差し込んで、それぞれのベゼルですね、ベゼルを貼り付けて完成になります。作業としては非常に簡単な作業となっています。ではデザインをマニア目線で細かくチェックしていこうと思います。
このクリスタルダイヤルダイバーズウォッチモッドコンボセットには2種類のベゼルとストラップが2本入っていて、自分好みにイメチェンして楽しめるのがいいですね。ちなみにラインナップとしてはベゼルのカラーはグリーン、ブルー、レッド、この3種類から選ぶことができるんですけど、今回私がレビューに選んだのはグリーンのベゼルが入っているモッドコンボセットを選びました。グリーンのベゼルのダイバーズ、渋いオーラがあって、これはちょっと気分上がります。時計全体のデザインとしてはクラシカルなダイバーズウォッチ、そんな印象。公式サイトを見てみるとロレックスの昔のサブマリーナからインスピレーションを得た、そんなケースフォルムになっているそうです。確かにその細めのラグとかブラックのベゼルインサートには全周にミニッツマーカー入っていて、昔のミリサブ的なデザインになってますね。パッと見た感じ 40mm というやや小ぶりなサイズってこともあって、いやね、スマートな印象あります。このサイズ感だったら派手に見えるってこともないので、ビジネスシーンからプライベートまで幅広く楽しめそうだと感じました。いや、いいですね。この 40mm サイズめちゃくちゃ気に入りました。そして面白いのがスケルトンのダイヤル。個人的にはこのスケルトンダイヤルめちゃくちゃね刺さったんですよね。クリスタル製のダイヤルになっていて、ダークトーンになっているのがとてもいいですね。見る角度だったりその場の光加減で文字盤の奥行きが変わったり、中のムーブメントの見え方が変わったりと、深みのあるダイヤル、それがとても魅力的。決して派手に見せることもなくて、さりげなくムーブメントを見せている、この感じいいですね。多分人からこの腕時計を見られた時にパッと見た時はスケルトンだと気がつかないと思うんだけど、あれなんだか中の機械が見えているってちょっと不思議に感じさせる、その感じも面白いんじゃないですかね。この違和感っていうのかこだわり感いいですね。とにかく写真で見るより全然かっこいいダークトーンのフルスケルトンダイヤル、これはテンション上げてくれますね。そして自分芯はクラシカルダイバーズらしくアロータイプになっていて、視認性の高い2面カットになっているのもいいところ。組み立てる時にこの針をつける工程が一番ドキドキしました。それもね楽しかったですね。インデックスは12時位置が三角マーカー、それにドットインデックスとバーインデックスの組み合わせ。これはオーソドックスなんだけどとても視認性も高くて好印象です。時計全体のスタイルとしてはクラシカルなダイバーズスタイル、それに個性を感じさせるクリスタルのフルスケルトンダイヤル合わさっていて、こだわり感うまくねプラスされています。まさかこれがキットで楽しめる腕時計なんて誰も想像しないと思います。また 40mm というそのサイズ感も絶妙で、ビジネスシーンからプライベートまでどんなシーンでも使える腕時計に仕上がっているのもいいところ。作る楽しさはもちろん、デザインもスタイルも良くて、長い相棒として選んでみるのもありだと思います。次に基本スペックと作りについて簡単に解説していきます。ムーブメントは機械式自動巻き、いわゆるゼンマイ式の腕時計ですね。セイコーの NH70A 搭載となっています。ベーシックなキャリバーなので、ここがね特にすごいよっていうところはないんですが、定番のムーブメントで信頼性も高くて安心感あります。そしてサイズはダイバーズウォッチと考えるとやや小ぶりな幅 40mm、 腕の乗りもすごく良かったですね。ダイバーズなんですが品よく見せるいいサイズだと思います。そして風防はハイドーム型のアクリル風防となっています。アクリル風防なので決してね傷に強いわけではないので、経年変化で多少小傷が入っていくかもしれないんですが、このクラシカルダイバーズにはそれもいい味わいになってくれるかもしれないですね。そして防水は10気圧防水となっています。10気圧防水あれば時計本体を水の中にザブッとつけてしまっても大丈夫なぐらい強い防水スペックになっているので、普段の汗、雨だけではなくてキャンプだったりバーベキューだったりアクティブなシーンでガンガン使う、そんなことも可能な頼もしい防水スペックになっています。スペックについては味わいのあるメカニカルムーブメント搭載、それに安心の10気圧防水と、キットの腕時計とは思えないくらい満足度高いんじゃないですかね。まあ強いて気になるところを挙げてみると、アクリル風防になっているので数年使っていくと多少は小傷入ってくるかとは思います。ただ気になる方は 3A パールなど研磨剤でセルフメンテしていただくと、小傷ぐらいだったら綺麗にできるので、
そんなにね気にしなくてもいいんじゃないですかね。クラシカルダイバーズなので多少の小傷、それもね味わいになってくれると思います。それと個人的に小ぶりなサイズ感、とても気に入りました。ベゼルを入れたサイズは横幅 40mm なんですが、ケースだけだったら 38mm と小ぶりになっているので、腕の乗りがねすごく良くて着用感良好でした。小ぶりなダイバーズ探してるっていう方も絶対に気に入ると思います。まだ届いて数週間なんですが、着用イメージ写真少し撮影してみたので、コーデのイメージだったり、あとはサイズ感の参考にしてみてください。いかがだったでしょうか。個性的なスケルトンダイヤルのダイバーズなんですけど、サイズ感も良くて想像していたよりもシックな感じで楽しめました。良かったですね。そのダークトーンのダイヤルちらっと見て気分上がります。またカスタマイズできるように交換用のベゼルとストラップ付属してあるので、その日の気分だったりコーデに合わせてストラップを変えてみたり、ベゼルをカスタマイズするのも楽しいと思います。ちなみにストラップはクイックリリース仕様で簡単に交換することができるので、朝交換したいなという場合でも簡単に交換できるのがいいところですね。今回は単品のナトーストラップも一緒に送っていただきました。さらに自分好みにカスタマイズすることもできて本当に楽しかったですね。自分で組み上げた個性的なダイバーズ、これは満足度かなり高くなります。人とはちょっと違うこだわり感のあるダイバーズウォッチを探している方におすすめです。今回は DIY ウォッチクラブ様とコラボさせていただき、クリスタルダイヤルダイバーズウォッチモッドコンボセットを時計マニアの目線で徹底レビューしてきました。自分で機械式時計を組み上げる、そう聞くととてもね難しそうに聞こえると思うんですが、動画で解説してくれるので想像するより簡単にできるかとは思います。ただね、そう言いながら私もドキドキしながら組み立てましたが、それも楽しくて今ねめちゃくちゃ愛着湧いています。オーソドックスなダイバーズスタイルになっているので、普段使いもとてもしやすくて、作る楽しみとつける楽しみ両方楽しめるのがいいですね。それともっと自分好みにカスタマイズを楽しみたいっていう時にも、キットの工具そのまま使えるのも嬉しいところ。楽しい腕時計のカスタマイズ、これはハマるかもしれないです。ぜひ DIY ウォッチクラブ様の公式サイトチェックしてみてください。欲しくなると思います。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも素敵な腕時計や時計関連の情報をご紹介していきますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。